男の子がモスラ好きとか言うのダセえじゃんみたいなね。お前虫タイプじゃなかったのか。じゃあ同祖神って一体どういう神様なの？エクセルダッシュバスター。はい、どうもよろしくお願いします。高倉和也です。というわけで、ゴジラ怪獣の好きなところを語っていくシリーズ、ゴジラ怪獣、ここが好き。今回もよろしくお願いいたします。まあね、この動画の中でお話ししていることで間違っていることとか、あとこういう、ね、考え方もあるよねというところがございましたらですね、ぜひともコメントの方でね、教えていただければと思っておりますので、この辺も合わせてよろしくお願いいたします。ではですね、早速今回ご紹介する怪獣はこちらでございます。モスラということで、まあね、非常に有名な人気の怪獣でございますけれども、今回ですね、この動画では大きく分けまして3つのお話というのをですね、させていただこうかと思っております。それがですね、こちらですね。まずはモスラの概要です。大体こんな映画に出てるよとか、こういう怪獣ですよねというのを、簡単にね、ご紹介しようかなというところでございます。それから、モスラ同祖神説ということで、同祖神という日本の神様がいるんですけれども、これとこのモスラというのが非常に共通点が多い、ところがございますので、そういったところをですね、ちょっと、お話ししていきたいなと思っているところです。それからですね、最後、鎧モスラ強すぎ問題ということで、ね、知る人ぞ知る、双方最強後方怪獣鎧モスラなんですが、ね、非常に強いんですけれども、逆にここまで強くてもおかしくないよねというところがですね、ちょっと考えがありましたので、気づきましたので、そういったところをですね、ちょっとご紹介していきたいなという、この3部構成でやっていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。というわけで、早速参りましょう。まずは、モスラの概要でございます。大体、どんな作品に出ているのかというところなんですが、主な出演作。こちらですね。まずは、モスラ1961年デビュー作でございます。それから、モスラ対ゴジラ。ゴジラと初対決した映画ですね。それから三大怪獣地球最大の決戦がありまして、昭和時代はね、結構いろいろこの後にも出てるんですけれど、ちょっと省きまして、ゴジラ対モスラ。ゴジラバーサスモスラですね。平成バーサス世代、バーサスシリーズの、登場した回でございます。それからですね、1996年のモスラ。これが平成モスラ三部作と言われる、主役のね、シリーズものの第1作目でございます。こちらにも出演しましてですね、まだあります。多いのよ、モスラ。ね、ゴジラ、モスラ、キングギドラ、大怪獣、総攻撃。バラゴン君が、ちょっと仲間外れに、タイトルから仲間外れにされている映画でございます。それからゴジラファイナルウォーズがありまして、ゴジラキングオブモンスターズという感じでね、ちょっとね、一部省いてるところもありますけど、大体こういった形のというか、こういった作品出てるわけですね。はい。いろいろ、この動画見てる皆様の中でも、ね、この映画面白かったなとか、世代的にここがど真ん中とか、あるかと思うんですけど、僕がやっぱりね、印象深いのは、この、1996年モスラ3部作の第1作ですね。これはね、その前にもうゴジラがね、バーサスシリーズが終了しちゃいまして、で、結構ショックだったんですよ、やっぱり。ゴジラが死んじゃうっていう。毎年ゴジラの映画見に行ってたっていうのもありますから、ね、それが終わっちゃって、どうしようかななんて思ってる時に、なんか新しく映画が始まると、主役がモスラだっていうんですね。なんかね、最初僕正直ね、あんまり期待してなかったというか、ね、なんだモスラかよ、みたいなね。やっぱゴジラが見たいですから。そう思ってたんですよ。うん。そう思ってたくせに、ちゃっかり行くんですけどね。映画館にはね。ね。いや、言うても怪獣見たいし、ね。モスラしかないなら仕方ねえな、みたいなね。なんかちょっと、モスラって、女の子っぽいイメージ、女性的なイメージがあったので、あんまりね、男の子がモスラ好きとか言うのダセえじゃん、みたいなね、ところもあったりしたのかな。はい。そんな感じで行ったんですけど、見に行ったらね、かっこいいんですよ。やっぱこの、平成三部作モスラ、主人公補正バリバリ、ね、すごく強いモスラですから、今までのモスラのイメージをすごい覆されたっていう意味で、ね、すごい印象に残ってるモスラではありますね。あとゴジラファイナルウォーズのね、モスラも、そういう意味では印象すごかったですよ。最後の方でね、体に火をつけて、ね、真っ赤に燃えながら体当たりするっていう、ね、今までにない攻撃、ね、
お前虫タイプじゃなかったのかっていうね。炎タイプは弱点だろうと。ね、思うんですけど、新しいですよね。そういう意味でも、そういう意味でなんかこう、殻を破った感があります。ね。なんかゴジラファイナルウォーズって、そういう意味ではなんかこう、今までになかったイメージとか、ね。殻を破った怪獣たち結構多いですよね。うん。アンギラスもね、アンギラスボールっていう新技を開発して、ね、ファイナルウォーズの中で活躍しましたし、ガイガンなんてね、体改造してますからね。見た目が変わるっていうね。うん。あと、まあ、ジラとかもね。うん。なんかあの映画でこう、なんか、パチモンキャラとしての個性みたいなね。うん。のをね、確立したような気もします。まあそういう意味でもね、ファイナルウォーズすごい映画だったなと思いますね。はい。まあそういったところでね、まあざっくり出演作はこんな感じなんですが、続けて、モスラ怪獣としての特徴はどんなところがあるのかっていうのをですね、お話ししたいんですけれども、まずですね、蛾をモチーフにした怪獣だというところですね。いわゆる蝶とかではなくて蛾なんですよね。なかなかでもその昆虫モチーフの怪獣っていうのはね、まあ今でこそね、怪獣限らずフィクションの動物みたいなものでいっぱいいますけども、結構新しかったんじゃないかなと、当時はね、思いますね。まあそういうところ、まあ合わせて考えると、この幼虫、眉、成虫へっていうこの三段変身する怪獣っていうのも結構珍しいと思うんですね。なかなかこのね、姿が変わる怪獣っていうのを、しかも3回も変わるっていうのは珍しい。まあ、モスラ以外にもそれこそね、こう、バトラとか、ね、あとメガギラスみたいなこの昆虫モチーフの怪獣は結構その変身したりしますけれど、まあその元祖と言ってもいいですかね。パイオニア的な、ところがあるかなと思います。はい。まあそれからですね、女性人気が高いと。これに関してはちょっとね、本当かっていうところはありますけどね。うん。ねえ、本当かよ。まあ、どっちかというと、その、ね、女性人気が高かったですっていうよりも、女性人気が高い怪獣を作ってくれっていう横断のもとに作られたのがモスラっていう、ね。まあ、そういう説というか、まあ、ね、その有名な話があります。なんで、まあ、そういう目的というか、そういうオファーで作られた怪獣だから、まあ、そうなんでしょうけど、人気なんでしょうけど、なぜ女性に人気が出る怪獣っていうオーダーで蛾をモチーフにしたんだっていう。虫とか女性が一番嫌うものでしょ、虫って。いや、まあわかんないですけどね。僕はね、その、公開された当時、第一作目のモスラが公開してた当時、生きてないですから。もしかしたらその時代は、もう女性の間で、虫マジやべえ、みたいな。映えるね、虫、みたいな。ね。すごいブームだった可能性もありますけど、時代を知らないんでね。なんとも言えないっていうところはありますけど、まあ一応そういうことになってる。人気があるぞっていうことらしいです。はい。それからですね、ちょっと写真切り替わりまして、ね、こちらが成虫のモスラでございます。ね。もふもふしてますね。続けて、ね、特徴をお話ししていくんですけれども、幼虫の武器、これは糸。そして、成虫の武器が鱗粉と。まあ一応ですね、あくまで、もうほぼ全てのモスラに共通して、備わっている武器としての特徴をですね、書かせていただきました。これ以外の能力を持っているモスラは、まあいっぱいいるんですけど、ね。まあやっぱり、幼虫の糸っていうのがね、印象深いですかね。まあゴジラに、もう唯一と言っていい限りの、その、弱点特攻的な武器ですから、これに巻かれたゴジラ大体負けてるっていうね、ところがありますので、結構印象に残りますね。はい。それから、初期はかなりでかいということで、まあ、最初の、モスラ、一作目のモスラであるとか、モスラ対ゴジラの時点あたりまでは、すごいモスラってでかいんですよ。まあ、当時のね、ゴジラっていうのは、二代目ゴジラですから、身長50メートルぐらいの大きさなんですけども、モスラはですね、まず体長、ね、頭の先からお尻の先までの長さ、体長が130メートルあるんですよ。ね。まずここがでかいでしょ。しかも、翼長、まあ、翼の長さですね。翼の端から反対側の翼の端までの長さがですね、250メートルある。250ですよ。ね、ゴジラ50の時代にモスラ250ですよ。ね、ゴジラ5人横になりますからね、モスラの上で。ね、そんなスケールが違うのかと。ね、
そんな奴とゴジラ戦ってたんだっていうね。やっぱゴジラってすげえんだなっていう。ね。こんなサイズのやつと、もう、正面から殴り合ってたんだ。やっぱゴジラってすごいんだっていうね、ところを感じるところでございます。はい。こういったところでですね、モスラの概要、となっておりますので、続けまして、モスラ同祖親説ということで、ね、モスラの、と同祖親の、非常に近い、似ている関係性というのをちょっとお話ししていきたいと思うんですが、その前にですね、まずは、モスラと、他の怪獣とで、結構決定的に違うところがあるんですね。そこがですね、この後々この同祖親説を話していく上でちょっと大事になってくるので、先にちょっとご説明したいんですけれども、はっきりと死が描かれているところ、これがやっぱりね、他の怪獣にはない、モスラ独特の要素じゃないかなと思うんですね。もちろんですね、敵怪獣として出てきた奴らっていうのはみんなゴジラにほぼ負けてるので、そういう意味ではね、劇中で死んでるっちゃ死んでるんですけど、どちらかというとそれはこの、死んだというよりも、負けたとか、倒されたとかっていう意味合いの描写の方が強いと思うんですね。一方、モスラの場合ですと、もうはっきりと力尽きるところが描かれる。なんならもう寿命が近いっていう前提でね、さらにそこで無理して戦って、で力尽きてしまうという、描写があったりしますので、ここまでね、こう、わかりやすく悲壮感を感じる描写で死を描かれている怪獣っていうのは、なかなかないんじゃないかなと思うんですね。それに合わせてですね、ほぼ同時に次世代のモスラが生まれると。ね。大体その、モスラ対ゴジラでもそうでしたけども、成虫のモスラが力尽きるその時に、次世代の幼虫モスラが生まれてくるという、印象的なシーンもございます。親の世代が倒れた後に子供が生まれてくるという。要するにその、一つの映画で同じ怪獣が2体出てきているっていうところが、結構、ここかなり決定的に違うんじゃないかなと思いますね。同族ですからね。姿は違えど同じ怪獣が一本の映画の中に出てくるっていう。これがですね、どういうことを象徴しているのかっていうのをですね、考えてみたんですけれども、こういうことじゃないかなと思うんです。世代をつなぐこと。親から声ですよね。親がいなくなっても子供が残っていて、子供が親の意思を達成するみたいな。そういう、この世代のつながりみたいなことを象徴している、シーンだと。モスラ自体がそういうことを象徴している怪獣じゃないかなと思うので、ちょっとね、その発想を膨らませてみますと、要するに子孫繁栄なんですよね。子孫繁栄することを象徴した怪獣というのがモスラであるというふうに思うわけです。なので、まずそこをちょっと、覚えておいていただいた上でですね、それ以外にもですね、モスラの特徴と言えるところ、インファント島の守り神であるというところですね。これはもう映画の中で話されている設定でもあるので、ね、今更ね、ご説明することないかと思うんですけれども。一応インファント島っていう島がありまして、そこにモスラがいて、その島を守っているのがモスラという、そういうお話でございます。この二つを踏まえまして、覚えておいていただいた上で、じゃあ同祖神って一体どういう神様なのっていうお話なんですけれども、同祖神というのはですね、村の内と外の境界や村の中心に祀られている神様、その能力としては村の守り神であったりとか、子孫繁栄の神様だったりとか、ということで結構モスラがね、象徴しているところと、同じようなジャンル、似通ったところをですね、抑えている神様なんですね。結構その村に向かう道の入り口あたりに祀られてたりすることも結構あるみたいな、そういう神様ですね。お地蔵様とかと、こう、集合されているところとかもあったりするっていう、そういった特徴がある神様でございます。はい。そういった、ね、守り神、子孫繁栄の神様っていう同祖神なんですけれども、他にもですね、まだ特徴というか、能力といいますかね、ございまして、それがですね、五穀豊穣の神様っていうことなんですね。だから結構村の中の便利屋さん的なね、ノリの神様だったのかもしれません。ね。もう村でね、外から来るものから守ってほしいし、子供も元気に育ってほしいし、ね、農作物もたくさん取れたいし、どうしようかな。じゃあちょっとね、村の同祖神さんにお願いしようみたいな感じのね、こう、使われ方をする神様だったのかもしれないですけれども、そういうね、この農業に関するところも司っている神様っていうことなんですね。でですね、この農業関係の神様、農耕絡みのこの神様っていうのはですね、女神様であることが結構多いんですよ。
例えばですけどね、まあ農耕といえばまあ太陽もね、重要な要素になるかと思いますけれども、それこそね、日本の太陽神といえば、アマテラス大神がおりまして、ね、アマテラス大神は女神ですから、あるいはそのね、ちょっとね、なんだっけ、名前が出てこないんですけど、スサノオにね、スサノオにうんちを食わした神様とかもね、あれも女性でしたよね。ね、スサノオっていう神様がいるんですけど、暴れん坊の男の神様なんですけど、ね、このスサノオっていうのがこう、ね、こう、道をこう歩いてる、どっか行こうとしたのかな、道を歩いてると、お腹空いたなーってね、なんか食べたいなーって思ってると、ね、どうぞうち寄ってきなよって、ね、神様がこう呼んでくれて、いいっすかね、ちょっとお邪魔します。はいってご飯を出してくれて、いろいろもてなしてくれるんですね。どうぞどうぞ食べてくださいって。ありがとうございます。美味しいですねって。どんどん食べてきてね。もう結構一通り食べちゃったんですけど、もうちょっと食べたいな。ちょっとおかわりしていいですかねって。いいですよいいですよ。ちょっと、ね、おかわり作ってくるんで、ちょっと奥の部屋でね、おかわり作ってくるんで、ただ、ご飯作ってるところ、絶対に覗いちゃダメですよって言って、奥の部屋のもう障子をバーンって閉めるんですよ。見るじゃないですか、こんなの。ね。日本古来に伝わるこの手のパターンのお話、大体見るんですよね。まあ、案の定こう、すって見るんですけど、そしたらですね、さっきまでスサノオが美味しい美味しいで食べちゃったご飯っていうのはですね、この神様のお尻の穴から出てたっていうのがね、発覚するんですよ。スサノオブチ切れてっていうね、お話があるんですけど、これもね、これやったのも女神様。まあ、食料に関わる神様ということですよね。なので、まあ、やっぱりその農業関係、五穀豊穣の神様というのは女神が多いっていう、ところでね、考えていいんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、こういった特徴を踏まえてですね、モスラ感っていうのを改めて考えてみますと、やっぱりこういうイメージ強いと思うんです。女性的であったりとか、母性であったりとか、優しいっていう部分、ね、結構ね、僕はこういうイメージがモスラに対しては強いんですけれども、これらの要素っていうのが、この女神的な要素が強いと思うんですよ。それこそさっきね、最初にお話しした、アマテラス大神もそうですけども、まあ、日本神話の中に取り込まれているから、すごくね、偉い神様という形になってますけど、もともと歴史を辿っていくとですね、まあ、ちょっとした田舎のですね、太陽神、まあ、かなり親しみやすい神様だったっていう、そういう説もあるようなんですね。出典がちょっとね、思い出せないんで、あれなんですけど、昔本で読んだんですね。はい。まあ、そういう意味でですね、まあ、どちらかというと、ね、農耕神って水の神様みたいな、こう、高根の花とかじゃなくて、ね、こう、もうちょっとこう、親しみやすい、あったかい、肝っ玉母ちゃん的な、キャラクター性が強い、まあ、そういう神様なんですね。そういう神様が多い、ジャンルというか、ところなんです。そういう意味で言うと、やっぱりこの母性であるとか女性感、優しい感じというのがですね、この農耕神としての女神様というところに非常にマッチする。なので、かなりですね、モスラと、このね、女神としての同祖神っていうのはですね、共通点が多いなと思うんですね。なのでですね、まあ一応同祖神が語る話としてモスラを見てみるっていうのも、一つね、こう、面白い試みかなと思います。まあそういうね、ちょっとご提案でございます。はい。まあ結構ね、それこそ一作目のモスラなんかは、ね、小美人に手を出したから、モスラがたたって襲ってくる話という、ね、たたりを起こす話ですからね、言ってみれば。そういう風な解釈もできるかなというところですね。はい。まあまあ、ちょっと、まあ、あとちょっとまあね、少し打足の話にはなるんですけども、まあ先ほどね、アマテラス大神、ね、その太陽神として、例として挙げましたけれども、まあなぜね、わざわざね、神様の名前を出したかというと、まあ、もちろんね、皆さんもご存知かとは思うんですけれども、アマテラス大神っていうのは、まあ、辿っていけば、皇室の祖先をどんどん辿っていくと、アマテラス大神に辿り着くっていう、まあ、皇祖神としての神様なわけですよね。で、まあ、皇室の伝統的な行事としてですね、養蚕というのがあるんです。まあ、要するに蚕を飼って、その糸を、ね、絹糸を取るっていう、そういう、まあ、文化が、まあ、そういうのを続けていくっていう文化が皇室、伝統のものがあるんですけれども、まあ、先ほど申し上げたように、モスラ、まあ、蛾の怪獣なんですけど、モチーフになっているところにかなりですね、蚕蛾という蛾が使われてるんですね。まあ、要するにこの蚕蛾というのは、ね、養蚕に使う蚕のことなんです。
そういう意味でもですね、なんかその、ゆかりというか、ね、つながりを感じるなとは思ったんですけど、まあね、ここら辺になってくるともうかなり無理筋な話なので、ね、こじつけが過ぎるのでね、打足ということで、一応お話しいたしました。はい。ということでですね、ここまでが以上、モスラ同窓親切のお話でございました。はい。そして、最後ですね、こちら。鎧モスラ強すぎ問題ということで、ね、最後やっていきましょう。鎧モスラ、一体ね、どんな活躍をした怪獣なのか、見た目を見ていただければわかるように、非常に硬そう、非常に強そう、ね、鋭い体をしております。どんな怪獣なのか。まず劇中での活躍ですね。モスラ3、キングギドラ来週、こちらの作品に登場したんですけど、要するに先ほどからお話ししてた、平成モスラ3部作、この3作目ですね、に登場したモスラでございます。これはですね、キングギドラをボコボコにした、3部作中最強の形態と言われる鎧モスラでございますね。かなり自分が主役の作品ですので、主人公補正ゴリゴリ、ね、アニメ化したら、ナローアニメだって言われて叩かれるかもしれない。それくらいのね、感じです。異世界転生するんじゃねえのかっていう感じですけどもね。一体ね、強すぎとは言うけれども、どれくらい強いのか、僕がね、感じた、ここが強いぞっていうポイントなんですけども、まずはですね、そもそも攻撃が効かないんですよね。見た目のね、イメージで分かるとおり、カッチカチなんですよ。このカチカチの体にですね、キングギドラがいくらね、引力光線放っても一切効かない。それどころかもう、勢いを止めることすらできない。ね。突進してくるモンスターの勢いを止めることすらできないぐらいの防御力なんですね。もうカチカチの硬さという、ここがやっぱり第一の強すぎポイントですね。それからですね、エクセルダッシュバスターという言いたい名前ですけどね。口に出して言いたい怪獣の技ベスト1、エクセルダッシュバスターなんですが、これどういう技かって言いますと、もともとエクセルダッシュっていうね、技があるんですね。平成モスラ3部作1作目の頃から使っているエクセルダッシュという技がありまして、これ要するに高速移動なんですよ。素早く動くっていう技なんですけど、バスターがついてる。どういうことかっていうと、高速で、素早くガッと移動したままですね、敵に体当たりするっていう技なんですね。ね、今までのね、平成モスラ以前のモスラって、結構鱗粉攻撃とか、ね、羽から起きる強風とか、ね、そういう、直接相手に触れない感じのね、絡めてというか、トリキーな攻撃がね、結構主だったと思うんですけど、いきなり物理でね、力技で来る、そんな急にっていう。それがこのエクセルダッシュバスターでございます。何がこの技強いかっていうと、高速ですごい速い速度で突進するんですけども、体にですね、光をまとってですね、相手のキングギドラの体を貫くんですね。体当たりで吹っ飛ばすとかじゃないんですよ。体を貫くんです。しかもこの技っていうのはですね、体を夜に光に覆わせて、そういう属性をまとわせるので、防御できないんですよ。どんなに硬い装甲とか持ってても防げないんですね。しかも素早く動いてくるんでかわせないっていう。だからで、当然体貫かれるんで、即死するんですね、当たったら。なので、即死技がガード不能、回避不能っていう、ぶっ壊れ性能なんですよ。こんな格ゲーであったら、ぶっ壊れキャラとしてね、一刻も早く調整してくれって言われる、恐ろしい技なんですね。その技を使ってモスラ3の最後でキングギドラを倒したわけですね。そんなね、恐ろしい技を使う鎧モスラですから。飛行速度もやばい。マッハ 15.5 ですよ。速すぎるでしょ、マッハ 15.5 って。ね。これどれくらい速いのか。ね。ちなみに平成のバーサスシリーズに出てたモスラが確かマッハ3ぐらいですね。5倍ですよ。うん。マッハってちなみにね、これ時速に直すと、時速約 19,000km ですよ。もう、凄すぎてちょっと想像がつかないですね。時速約 19,000km で飛ぶんですよね。鎧モスラは。これ、どう具体的な例をね、いわゆる東京ドーム何個分ですみたいなのがあればいいんですけどね、なかなかパッと出てこないですね。
まあ、なんとかひねり出したのはですね、2時間で地球一周できる速度だということなんですね。だいたい 19,000km で地球の裏側にね、日本から地球の裏側のアルゼンチンあたりですかね、その辺に行けるらしいんです。なので、2時間あれば地球を一周できるという計算になりますね。はい。まあ、こういったですね、もう SF 映画、ね、まあ、怪獣映画って、まあ SF ですからね、こういう SF 映画のこの範疇からね、逸脱した、やりすぎだろっていう強さを持つ、鎧モスラなんですけれども、ね。まあね、ここまでの強さを持っていてもですね、これ全く不思議ではないと思うんですよ。それなぜかっていうのはですね、あるシーンにヒントがあります。それはですね、劇中で過去に行くシーンがあるんですね。まあ、モスラ3の中ではですね、キングギドラが現代に襲ってくるんですけども、ちょっとその現代に来たギドラ相手だと強すぎると。だったら過去に戻って、まだ若い頃のキングギドラを倒せばいいじゃないかということで、過去に行くっていうシーンがあるんですね。まあそのアベンジャーズでね、そんなんできねえよって言われてたやり方ですけども、科学的にそれできねえだろっていうね、ツッコミがされてた、やり方でございます。でもできちゃったんですね。それなぜか、やっぱり理由があるんですよ、ちゃんと。高速で移動しても、ね、過去に行くっていうのはやっぱりおかしいじゃないですか。ね。光の速さで移動したからって、まあ、一応その、ね、光の速さに近いくらいの速度で進むと、ね、相対的にこの自分の、ね、時間の流れっていうのは遅くなりますから、なんで、まあ、自分以外のね、外の世界は時間の流れが速くなるので、未来に行くっていうことはね、できなくはないかなと思うんですけど、過去に行くっていうのはちょっと、どう考えても無理なんじゃないのかな、っていうのはね、あるんですけども、これがね、鎧を持つら強すぎ問題考える上でのミソというか、大事なところでして、ここのタイムスリップする描写ではですね、今作のこの小美人枠ですね、まあちっちゃい、綺麗な女の人っていう、二人組が、だいたいモスラが出る映画には出てくるんですけども、この小美人枠として、エリアス姉妹っていうのがいるんです。その姉妹が歌う歌、この歌の力によって奇跡が起きて過去に行くという、そういうシーンになってるんですね。これつまりですね、姉妹の歌の力によって、あるいはモスラが持つ力によって、モスラが持つその奇跡を起こす力によって、成し得たこう奇跡だということなんですね。つまりですね、これ、科学とか物理じゃないんですよね。一種の魔法を使って過去に行ってるんですよ。なので、さっき言ったように、そんなの科学的に考えてできないよっていうツッコミは無粋すぎると。魔法なんだから別に関係ないんですね。そういう物理的な理由というものは。でそう考えますと、この鎧モスラというのは、ていうかこの平成モスラ三部作のモスラというのは、魔法を使うことができる怪獣だということになるんです。なので、強さの根源っていうのは実は魔力なんですね。どんだけ体がでかいとか、ね、体が硬いとかっていうことじゃなくて、魔力によってその強さを保っているという怪獣なんですよ。なので、まあね、どれだけ防御力が硬かろうが、ね、異常な速度で飛ぼうが、関係ないです。魔法使いだから。って言ってもね、いやいや、魔法使いだからって、そんなね、ゴリゴリに戦えるかっていう、ね、ことも考えることもできるんですけども、魔法を使って戦うことっていうのが、どれくらい強いことなのかっていうのはですね、よくわかるキャラクターがいます。鎧モスラとね、よく似たキャラクターなので、鎧モスライコール、そのキャラクターだと思っていただけると、その強さがわかりやすいかなと。強さの根源が魔法であるっていうことがわかりやすいかなと思います。そのキャラクターっていうのが、こちらですね。この方。ね、多分ね、ゴジラ映画よく見てる方だったら、こっちのね、映画もシリーズもよく見てる方がいらっしゃると思うんですけども、ドクター・ストレンジ先生ですね。マーベルコミックのキャラクターでございます。このね、ドクター・ストレンジ先生と鎧モスラっていうのは結構近い、よく似た特徴があるんですね。それがですね、共通点いろいろあります。まず強力な魔法を持っている。先ほどお話しした通り、ね、鎧モスラのね、能力の根源、強さの根源は魔力でございます。ドクター・ストレンジ先生も魔術師ですから、強力な魔術を操る。よく似てますね。それから忍耐力ね。鎧モスラはね、過去に行ってギドラを倒した後に
地中にね、もうあれ1億年ぐらいですか。1億年ほど地下に潜って、地中の中でひたすら眠り続けることによって、ひたすらそこで耐えて現代に戻ってくるっていう、非常に強い忍耐力を持った怪獣です。同じくドクター・ストレンジ先生もですね、ドゥーマムーというですね、一種の魔人みたいな、ね、そういうキャラクターに対してですね、もう、何回やられてもまた時を戻して、何回やられても時を戻して、ね、もうリセマラして、リセマラによる嫌がらせをして、敵に勝つという、非常に忍耐が必要な作戦をこなして、見事勝つことができました。そういう意味でもですね、忍耐力が強いというところはかなり似てますね。はい。それからですね、時間操作ができること。鎧モスラはね、さっき言ったように過去に戻るっていう力を発揮しましたし、ね、ドクター・ストレンジ先生もそのタイムストーンを使って、時間を操るという能力を持っておりました。なのでですね、かなり共通点が多い。要するにその、鎧モスラっていうのは、東方怪獣映画ユニバースにおけるですね、ドクター・ストレンジなのではないかと。そういう風に捉えていただけると、鎧モスラの、一見常識を超えたような、ね、もう、むちゃくちゃなように思える強さもですね、魔法由来だということにすれば、非常に理にかなった、納得できる強さなんではないかなと思います。はい。なのでですね、ちょっとここから打足になるんですが、ドクター・ストレンジ、ね、2作目、公開控えております。今制作中でしたかね。公開することが決定してるわけなんですけれども、どんなお話になるのかな。ここまでね、鎧モンスターとよく似たドクター・ストレンジ先生ですから、おそらくね、2作目のラストはこういう展開だと思うんですね。鎧を着たカンバーバッチが体当たりで敵を貫くというね、やはり鎧モンスターと同じね、技を使って、敵を倒すという、そういう展開がね、待ってるんじゃないかなと思いますので、はい。誰ですかね。敵の大ボスは、モルドとかですかね。裏切った魔術師とかね、出てくるかもしれませんけれども。そういったところをですね、ちょっと妄想しつつ、鎧モスラ強すぎ問題。実は魔法によって強くなっていたのだという結論でございました。はい。というわけでですね、今回はこの動画、ゴジラ怪獣ここが好き。これで最後でございます。長い時間のご視聴非常にありがとうございました。ぜひともですね、今回お話しした動画の中で、いやいやそれはおかしいよとか、そもそもその情報間違ってますよっていうことがありましたら、コメントの方を、していただけると非常に助かります。改めてよろしくお願いします。合わせまして、高評価、チャンネル登録のほど、ぜひともよろしくお願いいたします。ということで、ゴジラ怪獣、ここが好き、モスラ編でございました。どうも、ありがとうございました。